皆さんこんにちは、なるです。今回はこのチャンネルを始めてから泊まった宿の中から良かった宿ベスト5を発表していきます。完全に私の独断と偏見のランキングです。どれも個性的でまた行きたいなぁと思える宿ばかりです。それでは第5位から発表していきます。第5位は冬の贅沢を味わい尽くすフグ料理の宿です。福井県若狭にある若狭フグの宿下條。若狭といえば古くから京都への海産物を運んだ鯖街道の起点として知られている場所。冬になるとこの地域は若狭フグの季節を迎えます。アクセスに関してです。公共交通機関の場合、最寄り駅は JR 小浜線の小浜駅です。小浜駅からはタクシーで約15分ほどで到着します。車の場合、舞鶴若狭自動車道小浜インターチェンジからは国道162号線を経由して約15分で到着します。この宿を選んだ理由はシンプルにフグ料理が食べたかったから、そして実際に泊まってみて期待以上の体験ができました。私が泊まったのは本館のデザイナーズ和洋室。太い梁と土壁が印象的な古民家のレトロな空間です。寝室にはセミダブルベッド、リビングにはモダンなソファーが置かれていました。そしてこの宿のハイライトは何といっても夕食です。てっさ、てっちり鍋、フグの唐揚げ、そして船盛り。その光景を見た瞬間、思わずおーと声が漏れました。てっさが花びらのように美しく盛られていて、これからこれを全部食べられるのかと思うとテンションが上がりました。てっさはポン酢につけて口に運ぶとフグ特有の上品な甘みと歯ごたえが広がります。てっちり鍋は出汁にフグの旨味が溶け出していて、最後の雑炊まで一滴も残したくないほど美味しかったです。フグ以外にも焼きホタテなど日本海の幸をたっぷり堪能できました。お風呂は温泉ではありませんが、清潔で気持ちよく入れます。冬の若さでフグ三昧の贅沢な夜、食を旅の目的にしたい方におすすめの宿です。そんな若狭フグの宿下條が第5位となりました。第4位は神聖な空気の中過ごす充実の宿坊です。長野県戸隠市にある五宿諏訪。戸隠といえば奥社への杉並木や戸隠そばが有名ですが、実はこのエリアには宿坊と呼ばれる神社にゆかりのある宿が点在しています。私は10月紅葉の季節に一泊してきました。アクセスに関してです。公共交通機関の場合、長野駅からはアルピコ交通のバスで戸隠方面へ向かいます。バスで約1時間、戸隠方向車バス停で下車すれば、そこから徒歩3分で宿に到着します。車の場合、長野インターチェンジからは
バードラインを通って約60分で戸隠に到着します。戸隠神社の奉公社の近くに位置しています。宿坊と聞くと修行のような厳しいイメージを持つ方もいるかもしれません。でも御宿諏訪に泊まってみると、いい意味でそのイメージが覆されました。私が泊まったのは本館一の間というお部屋。もともと3つの客室だった空間を一つにまとめた贅沢な間取りの和洋室です。清潔感があってトイレも完備、快適そのものでした。お風呂は温泉ではありませんが、貸切風呂が2つあり、誰にも気兼ねなくゆっくり入れるのが嬉しいポイントです。そしてこの宿の一番の魅力は何といっても料理です。水で仕切られた落ち着いた個室の食事処でいただけます。地元の食材を使った料理が次々と運ばれてきて、塩麹鍋、戸隠そば、そして神社に備えられていたおみきまで。一手間加えられた料理の数々に、これが宿坊の食事なの？と驚きました。素材や器にもこだわりが感じられました。宿坊ならではの静けさと想像以上に充実した設備と料理、神聖な空気の中で過ごす夜は日常の謙遜から離れたい方にぴったりの宿です。戸隠神社への参拝とセットで訪れると、より深い旅になると思います。そんな御宿諏訪が第4位となりました。第3位は、島全体がホテルとなっている唯一無二の宿です。和歌山県那智勝浦にあるホテル浦島。私は4月、春の終わりに一泊してきました。アクセスについてです。公共交通機関の場合、最寄り駅は JR 紀伊勝浦駅です。紀伊勝浦駅からは徒歩約7分で勝浦港の観光桟橋へ。そこからホテルの送迎船浦島丸に乗って約5分でホテルに到着します。車の場合、専用駐車場に車を止めることができます。駐車場からはシャトルバスで観光桟橋またはホテルに向かえます。このホテル、何がすごいかというと、まずアクセスからして冒険なんです。港から船に乗ってホテルに向かいます。船が出発した瞬間、旅が始まったという高揚感が湧いてきました。ホテルに着くとその規模に圧倒されます。島全体がホテルの敷地になっていて、館内の移動にはエスカレーターも使えます。しかもこのエスカレーター、高低差が日本一なんです。私が泊まった3畳間の和洋室は、窓から太平洋が一望できる絶景のお部屋でした。
朝起きてカーテンを開けると広がる雄大な海。この景色を見るためだけに泊まる価値があると思います。そしてこのホテル最大の魅力は洞窟風呂です。自然の洞窟をそのまま生かした温泉で、天井を見上げると岩肌がそのまま広がっています。本当に洞窟の中にいるんだと実感しました。波の音を聞きながら入る温泉は他のどこでも味わえない体験です。養蜂の湯からは那智山、勝浦湾、勝浦の街並みが一望できて、これもまた絶景でした。朝、ホテルの敷地内を散歩してみると、改めてこの島全体がホテルなんだと実感しました。遊歩道を歩きながら海を眺める時間はとても贅沢なひとときでした。料理はバイキング形式でメインに熊野牛のしゃぶしゃぶやお寿司がつきます。私は新鮮なマグロで自分だけのマグロ丼を作って食べました。これがまた美味しかったです。家族連れにも一人旅にもカップルにも誰と行っても楽しめるエンターテインメント性のあるお宿です。そんなホテル浦島が第3位となりました。第2位は山菜料理に心を奪われた静かな湯治宿です。山形県の肘折温泉にある丸屋旅館。肘折温泉は開湯1200年以上の歴史を持つ湯治場で、山あいの小さな温泉街です。私は7月夏の始まりに一泊してきました。アクセスについてです。公共交通機関の場合、最寄り駅は山形新幹線の新庄駅です。新庄駅からは大倉村営バス、肘折湯煙ラインバスに乗り換えて約1時間。バスの終点、肘折温泉で下車すれば、そこから徒歩1分で到着します。車の場合、船形方面から向かうルートが推奨されています。この宿を選んだ理由は、山菜料理が美味しいと聞いたから。そして実際に泊まってみて、その評判は本当でした。いや、想像以上でした。夕食は個室の食事会場でいただきます。ガス山から湧き出る水で育まれた天然の山菜やキノコが食べられます。山形牛や川魚も出てきますが、ご主人曰く
それらはあくまで山菜を引き立てるための脇役なんだそうです。言葉の通り、主役は山菜でした。ほろ苦さ、みずみずしさ、土の香り。普段なかなか食べられない天然の山菜をこんなに美味しく調理できるのか、と感動しました。背脂付きの鮎も印象的でしたし、納豆汁は体の芯から温まる優しい味でした。お部屋は6畳と10畳の二間続きで広縁があります。窓からは肘折温泉の街並みが見えて、静かで落ち着いた時間が流れていました。お風呂はヒバの湯がおすすめです。青森ヒバを使ったお風呂で肌なじみのいいお湯が特徴。今まで嗅いだことのない、なんとも言えないいい香りがしました。肘折温泉は派手さはありません。でも静かに過ごしたい方、美味しいものをゆっくり味わいたい方には本当におすすめの場所です。しかもコストパフォーマンスがいいのも嬉しいポイントでした。山の恵みをいただく幸せを教えてくれた丸屋旅館。そんな丸屋旅館が第2位となりました。それではお待たせいたしました。第1位の発表です。第1位は、雪見の露天風呂が忘れられない秘湯の宿です。秋田県の乳頭温泉郷にある鶴の湯温泉。このランキングを考え始めたとき、真っ先に思いついたのが鶴の湯温泉でした。私は12月、雪が深く積もった時に一泊してきました。アクセスについてです。公共交通機関の場合、最寄り駅は秋田新幹線の JR 田沢湖駅です。駅前から羽後交通の乳頭温泉行きバスに乗り換えます。アルパ駒草というバス停まで宿の送迎車が迎えに来てくれます。車の場合、盛岡インターチェンジから約90分、秋田市方面からは約120分です。鶴の湯温泉は江戸時代から続く歴史ある温泉宿です。敷地に足を踏み入れた瞬間、まるでタイムスリップしたかのような感覚になりました。かやぶき屋根の建物が立ち並び、雪がしんしんと降り積もる風景は日本の原風景そのものでした。私が泊まったのは本陣と呼ばれるかやぶき屋根の建物。部屋にはいろりがあり、夕食はこのいろりを囲んでいただきます。
灯油ランプの柔らかな明かりの中、山の芋鍋やイワナの塩焼きを皮面塗りのお膳で食べる時間は格別でした。ちなみにこの建物、鍵がありません。代わりに木の棒を差し込んで戸を閉める昔ながらの方式です。最初は少し戸惑いましたが、それもまた趣がありました。そしてこの宿の最大の魅力は何といっても露天風呂です。乳白色のお湯に浸かりながらしんしんと降る雪を眺める静寂の中で、ただ湯の温かさと雪の冷たさを感じる時間。あの瞬間、温泉ってこんなに気持ちのいいものなんだと改めて気づかされました。正直言うと、私はこの宿に泊まるまで温泉の本当の良さを分かってなかったのかもしれません。鶴の湯の露天風呂で過ごした時間が温泉旅の楽しみ方を変えてくれました。注意点としては、予約が非常に取りにくいこと、特に冬の週末は争奪戦です。計画的に予約することをお勧めします。また冬は雪道の運転になるので、慣れていない方は十分お気をつけください。雪見の露天風呂、いろりを囲む夕食、江戸時代のような静かな夜、すべてが特別だった鶴の湯温泉が第1位となりました。今回はこのチャンネルを始めて泊まった宿の中から特に印象に残った宿を5つ紹介しました。実は他にも紹介したい宿がたくさんあり、5つに絞るのはかなり大変でした。改めて振り返ると、どの宿にもそれぞれ魅力がありました。どの宿もまた行きたいと思える宿ばかりです。ぜひ皆さんの行ってよかった宿もコメント欄で教えてください。来年の旅の参考にさせていただきます。私も来年はまだ行ったことのない温泉地を開拓しながら、また素敵な宿との出会いを楽しみたいと思います。それではまた次の旅でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。